引退したばかりの怪物滝沢正光さんを交え G1 オールスター対談パート2。さあオールスター始まりますけれども、やっぱり一番まず注目したいのがドリームレース。ドリームレースですね。先ほどね、滝沢君が一度も一番になれなかったというドリームレースなんですけども、今年はこのメンバーです。去年に続いて、小島刑事が1位なんですね。1位です。近況ちょっとそんなに今ね、今年その目立ち方が少ないなと思われる、やっぱり武田豊樹、そして村上とかね、この辺りがやっぱり選ばれてる、こうファンは見てるぞというところがまたこのドリームの違う。そうですね、やはり村上君が入ったっていうのはやっぱりファンの方の期待っていうのはやっぱり大きいと思いますね。村上選手の普段のレースっていうかね、そういうものに対してのファンの方の熱い一票が入ったんじゃないですかね。どうですか、改めてお一人ずつなんかこう気になる選手みたいの聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ森田社長から聞きましょう。やっぱり実績は神山雄一郎ですけど、やっぱり近況じゃ平原ですよね。平原と山崎ですね。もう G1 山崎はずっとここのとこ乗ってますし、平原もそうですね。で伏見がちょっと実戦離れてますよね。そうですね、オリンピックありました井上正樹さんはあれですね、3回 G1 の決勝乗ってて2回優勝、勝負強いですよ。影戦であれしてますもんね。優勝してますよね。だから3回のうち2回ですから確率いいですから勝負強いということですよね。そういうことで注目ですか。あと渡辺晴友氏は私の髪の毛触ってこの間静岡ダービー取ってますね。その次に連チャンで宮杯取ってますから、ちょっとお腹いっぱいのとこありますけどその後ちょっと悪いんで、もしかしたら2度あることは3度あるということですよね。ずいぶん上がりますね。そうですね。あと武田豊樹さんちょっと今ね、いまいちですよね。で村上さんはやっぱり強くないと競輪がつまんないですね。社長なんか一人だけ気になる選手って気に入るとこはね、全部気になってる。データを出していただいて。今から渡辺晴友さん。おお。2番目が平原さん。渡辺晴友選手です。渡辺選手ですか。それはなぜ？もうここのとこで一番心に余裕持ってるんじゃないですかね。2回勝ってるから。そうですね。それでここのとこちょうど成績がちょっと低迷してますから、ちょうどいい具合に一気に来る可能性もありますね。2度あることは3度あるという、髪の毛も触ったしみたいな感じで。滝沢先生。そうですね、一人っていうのはちょっと難しいんですけど、小島選手なんか最近見てるとやっぱりもうまだやっぱりなんていうんですか、力には力をっていう感じがもうかなり出てるところあると思うんですよね。だからこれからある程度もう少しこう肩の力抜いて先行っていうものでやっていくともっとこう出てくるんじゃないかな。もうやっぱりすごい勝ち方の小島とかいうふうにこうタイトルで出ちゃうとやっぱ本人もそれに見合ったようなレースをしたくなるのが心情だと思うんですよ。もうちょっと力抜けばもっともっとよくだけどこのメンバーの先行争いっていうことに関してものすごい興味ありますね。誰が先行するのかなっていう。やっぱりそれがやっぱりこのオールスターのドリームの最大のこう見どころじゃないかなと。滝沢君ってその12回タイトルを取った中で決勝戦で逃げ切りって何回？いや逃げ切りはほとんど1回か2回じゃないですか。やっぱりそうなんですよね。そうやっぱりタイトルってそう簡単に逃げ切りで決まるもんじゃないんでしょうね。タイトル自体は逃げ切りでは決まりづらいんですけど、勝ち上がりは絶対に逃げてなきゃダメですね。取りこぼしがあるんですよ。だからどんな2着3着でも逃げがあれしても絶対に勝ち上がりは逃げてないとダメですね。そこポイントですね。そこがポイントです。そうですよ。勝ち上がって決勝に乗らないことには優勝はないわけですから。そうですね。ドリームレースのメンバー見ていただきましたけれども、今回のオールスターで、ドリームレースに出るこの9選手でもいいですし、それ以外でもやっぱりこう優勝候補となる選手で気になる選手っています？今ね、このチューブですね。勢いが出てきましたね。チューブ。
中部の若手がバンバン柴崎だとかどんどん出てきてますでしょ、山田裕二なんかもしれないですね。山田裕二ね、そろそ本当ろ逆に言うすごいとですよ。若手がいるから。そうです。ここのとこ5つ6つ優勝してますよね。あ、そうですか。すごいですね。これはね、この勢いに乗って。そうなんです。私のシールをね、自転車に貼ってましたね。そうですか。そこへ来ましたか。それですね。そして今ね、若手がすごいじゃないですか、中部の。あれがこう準決あたり出てきて一気にこう来たら怖いですね。武田君は誰かこうそういう気になる選手。やっぱ気になる選手はこの前オリンピックで銅メダル取った永井選手が世界の足を、ね、でどれぐらい日本の競輪でね発揮してもらうか、そうです、興味ありますよね。まして地元管内の大会だし、本人も相当気合い入ってると思うんでね。で永井だってほらもうグランプリも決定したしね。ああ、そうなんですか。あれ枠がね、今年の北京オリンピックの個人種目でメダルを取メダル取ったらあるからあるんですか。ああ、そうなんですか。ああ、じゃあ決まったんだ。だからすごい。まあ一応決定として出されてはいませんけども、その枠から見ると、ああ、当てはまるわけです。ということは気分的にすごいいいじゃないですもう気持ちいいでしょうね。思い切ったレース期待できますね。か。ね。その辺もまた面白いですね。小葉さんは？僕平原ですね。お、平原はちょっといろんな試行錯誤が今ありましたよね。ギアの問題だとか。みたいですね。で落車してフレームを壊して、ふるさとダービー福井ではフレームも新しいの、ギアも 3.77 というギア、そして車輪もまたなんかちょっと新しいのっていうのを新しい付け目でやって、本人はやっぱりピンとは来なかったんでしょうけども、最終的にはいいレースできてましたしね。だから一番この流れからいくと平原がこういい走りができるんじゃないかなっていう。フルダビの福井の時もね、一気に来ましたもんね。あれよ、決していいコンディションじゃなかったんですけど、でも最後はやっぱり平原って意外とそんなにいい出来じゃない時の方が思い切ったレースができて、結果が良かったりするんですよね。武田君はあんまりギア変えた方じゃなかったよね。そんなに。そうです。20代の時はもう 3.57 で固定してました。で30代が64で固定して、40過ぎてからいろいろやってみたんですけど、大ギアが流行ってる時はギア上げてクランク伸ばしたりとかハンガー上げたりとかいろいろやりましたけど、ダメでした。何やってもダメでした。やっぱ最後は足でした。すいません。いろいろと盛り上がってますけれども、今回のこのオールスターどんなレースをしてもらいたいなっていう気持ちっていうのはありますか？どういうレースを期待したい？やっぱり、ありきたりですけど各自が最大の力を発揮し合って、やってもらうのが一番いいんですけどね。オールスターという名にふさわしいようなね。やっぱりこうファンの方の期待っていうものを背負ってね、自分のプライドで懸命に戦ってる姿を見たいですね。森田社長は？やはりそうですね。やっぱり行かなきゃ前に。前にね、全然後ろの後手踏んじゃってね、そのままずっと俺だったら全然踏まないわけですから、お客さんと一緒ですよね。ずっともう見てるのと同じですからやっぱり行かなきゃ、参加しなきゃだからもうそのいろいろ戦法がありますけどね、やっぱり一気に行くと前にで自分の脚力っていうか自分のその戦法はあるわけですから、それを使い切って初めてオールスターですよね。そうですね。選ばれてるわけですからね。選ばれし者。小葉さんは？今全体的な G1 戦に言えると思うんですけども、やっぱり長年参加してる人が参加してる人で、初めて参加する人は参加する人なりに、その参加するそのタイトル戦の、その価値というものね、で歴史というものをですね、走る前に参加する前にしっかりですね、もう一度見直して、で今回のオールスターがどんなレースなのかっていうのをしっかりもう一回こう気持ちの中にね、叩き込んでね、ドキドキしながら胸ワクワクしながら、検車場にの門をくぐって来てほしいなというふうに思いますよ。競輪の売り上げは競輪補助事業リングリングプロジェクトとして盲導犬の普及など広く社会に役立っています。